Hello, nice to meet you. Welcome back. ゆうやです。オーストラリアへワーホリに来る人の多くはこんな考えがよぎります。セカンドビザどうしよっかな。2年目のワーホリビザを取るには3ヶ月以上のファームジョブをしないといけないのですが、田舎で不便な生活をしたくない、田舎まで行くための足がない、お金も労働力も搾取してくる悪徳ファームで働きたくない、こういった考えが浮かんできて一歩踏み出せずにいる人をたくさん見てきました。ということで今回の動画から僕がどんなファームジョブをしてセカンドビザをゲットしたのかを当時の思い出を交えて話していこうと思います。僕のチャンネルではオーストラリアでのワーホリ生活を通して海外でのサバイバル術について一緒に学べる動画をアップしているので、ためになると思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編スタート。皆さんはオーストラリアでのファームジョブと聞いて何を想像しますか？コフスハーバーでブルーベリーピックをしたり、ガトンで野菜を収穫したり、ミートファクトリーで安定してお金を稼いだりとたくさんあります。僕もセカンドビザを取るために該当する仕事をいろいろ調べてたんですけれど、その中でグレインコープでの仕事にめちゃくちゃ興味が湧きました。週給20万、家賃無料、英語力不問、車さえあれば未経験か？こりゃ行くしかないっしょ。その仕事をやりたかったのでシドニーで車を買ってグレインコープにアプライしました。グレインコープの詳細についてはすでに動画を出しているので、そっちもチェックしてみてください。あとグレインコープは7月にアプライが始まるのですが、7月より前にはアプライ方法について動画を出す予定なので、チャンネル登録をしてお待ちください。で、2024年10月の初めにマイルズっていうクイーンズランド州の真ん中にある田舎へ移動しました。グレインコープって都市部からど田舎まで150カ所以上拠点があるのですが、大抵は車必須のど田舎へ行くことになります。マイルズにいた時は職場内にある無料の宿舎で生活してました。仕事は朝6時から始まって昼の2時過ぎには有勤の人と交代してました。夜になったら昼食か夕食の作り置きをして、それを食べて仕事仲間と喋ったり YouTube を見て寝落ちするっていう生活をしました。休みの日は隣町にあるバカデカスイカオブジェを見に行ったり、近くの公園を散歩して過ごしてました。ここまで聞くと至って普通なんですけれど、実は僕一回ガチで死にかけた事件がありました。仕事が始まって2週間が経った時に一部の仕事仲間が突然クビにされました。その中に車を持っていない日本人がいて、次の拠点まで送ってほしいって言われました。自分はクビにされなかったからその人のことがちょっとかわいそうだなって思ったのと、ちょうど休みの日がその人の移動日と被っていたので車で送っていくことにしました。ただその帰り道にオフロードを通り抜けようとしたらタイヤがスリップしてしまって水たまりに突っ込んで動かなくなってしまいました。しかも最悪なのがインターネットが圏外で誰とも連絡が取れず、緊急 SOS 電話も使えませんでした。時刻は午後2時で車が通る気配は全くなし、日差しのせいで車内は蒸し風呂状態だし、飲み水も残りわずか。この時ばかりは本当に死ぬんじゃないかと焦りました。それでも誰か通ることを信じて車で待ち続けた結果、車がスタックしてから1時間後に本当にたまたま通りかかったトラックに車を引き上げてもらって無事に帰ることができました。で、そんな事件もありつつ10月の末にマイルズでのシーズンが終わってしまいました。で、さっき話した車のスタック事件もかなり印象深いのですが、マイルズでの一番の思い出はサイトマネージャーがめっちゃいい人だった頃です。例えばカップルで仕事をしてる人はできるだけ同じ日同じ時間帯に働けるようシフトを調整してくれたり、上からの命令でさっきの日本人の人がクビにされた時も次に働ける場所を探してくれたり、仕事終わりにはよくビール片手に宿舎にも遊びに来てくれました。こういう上司に出会いたかったなって感じるような人でした。次のシーズンもその人の元で働きたいなって思ってます。シーズンの終わりには仕事仲間全員でバーに飲みに行ったり、各々料理を作ってバーベキューをしたりと、もう夢にまで見た海外ライフって感じでした。マイルズを離れた後、僕とマイルズで知り合った仕事仲間合計5人でニューサウスウェールズ州のガーリーへ移動しました。毎日10時間から長い時で13時間ずっと外で仕事をしていたので、最初の2週間はとにかくきつかったです。その時は2週間で4700ドルも稼げました。これがファーストワーホリでのマックスの給料でした。しかしその次の週から仕事が一切なくなりました。
ガーリーでのシーズンも終わりかけていたらしくて、僕を含めほとんどの仕事仲間が1週間自宅待機させられました。そしてさらに1週間後、ついにクビを宣告されました。まあいつクビになってもおかしくないカジュアルワーカーだったので、別のサイトへの移動を期待しつつ、じゃあ次のファームジョブ探すかって軽い気持ちだったんですけど、ここで想定外の事態が起こりました。それはファームジョブの奪い合いです。僕らと同じ状況で移動を待っている人たちがなんと800人以上もいて、クイーンズランドからビクトリア州にかけて一斉にファームジョブを探し始めたせいで全く仕事が見つかりませんでした。ここからは僕がどのようにしてファームジョブを探したのかについて解説します。まず参考にしたのがポスタやアグリレーバーといったファームジョブを専門に扱っている会社やエージェントに出ている求人でした。しかしそこでの求人募集は少なかったので、朝昼晩だけ確認するようにしていました。他の求人サイトでもたまにファームジョブが掲載されてるのですが、無数にあるエリアの中からワーホリ勢でもできるファームジョブを探すのは砂漠でダイヤモンドを見つけるぐらい果てしないです。せめてどこのエリアならファームジョブができるかっていうのを狙い撃ちしないといけません。そこで僕が使っていたのがハーベストトレイルです。ハーベストトレイルはどの時期にどの作物がどこで盛んに取れるのかがまとめられている政府公認のガイドブックです。例えばニューサウスウェールズ州のリストを見るとこんな風にまとめられています。表の左上に書いてあるのが地名で、縦軸に作物、横軸に月、そして交差するマスの色がシーズンの度合いを表しています。僕がいたガーリーを起点に11月から1月までの色が赤か青になっている地域を探しました。ただ仕事探し以上に家探しがかなり厄介でした。シティでの家探しは以前出した動画で詳しく解説しているのですが、田舎だと話が変わってきます。まず日系サイトには悪徳ファームが数多くある地域の情報以外ほとんど載っていません。そうなるとフラットメイとかガムツリーを使うことになるんですが、それでも投稿数はゼロに等しかったです。次に探したのはバックパッカーズやワーキングホステルといった宿泊施設です。これらはさっきのハーベストトレイルで地域を絞り込んだ後、 Google マップでワーキングホステルだったりバックパッカーズってワード検索して探してました。しかしここでさっきのファームジョブ奪い合い問題が出てきて、どこのホステルに電話しても満員だって言われました。シェアハウスに住むにしてもミニマムステイが3から6ヶ月っていう場所が多くて、ファームの良し悪しも分からなかったので行き着く先を見失ってしまいました。グレインコープのマイルズやガーリーのマネージャーに電話しても返信が返ってこず、ビザ延長までの残り日数がギリギリだった僕は日に日に追い詰められてきて、挙句の果てにはインスタのストーリーに仕事がないから助けてほしいっていう情けない投稿をするぐらい精神が不安定でした。結局一つの大きな決断を下すことにしました。それは車を置いてタスマニア島へ行くことでした。天使の地球って感じだわ、ほんと。